航空交通管制 vs パイロット。 Cessna 36 Bravo, that would have been good information to know prior to your departure. You gonna ask? 始まります。セブンフォークルーのみんなようこそ。私の名前は KLC-B747 パイロット。私のチャンネルセブンフォーギアは全て航空に関するものです。飛行機の操縦って大変だと思うでしょう。でも実は一番簡単で、タキシング中の管制官とのやり取りやフライト中に乗客の具合が悪いなど、もっと大変なことがたくさんあります。ではこの一例をご覧ください。Sounder 4785 visual 31 left. Sounder 4785 Kennedy Tower, there'll be a couple departures prior to arrival, wind 33022, gust 31, runway 31 left, clear to land. 31 left and 4785. Sounder 4785, we gotta go ground. Endeavor 4785, roger fly runway, heading maintain 2000. We're heading 2000, Endeavor 4785. Endeavor 4785, turn left heading 250. 250, Endeavor 4785. And Endeavor 4785, when you have a chance, can I have a reason for the go-around? Yeah, of course, we got a guy throwing up in the bathroom. Alright, Endeavor 4785, in contact you approach 125.7, they'll bring you back around. 257 for Endeavor 4785, thanks. 管制官と話すパイロットの良かった点は、管制官からもらった情報で必要な部分のみを復唱したこと。聞いて。4785 Kennedy Tower, there'll be a couple departures prior to arrival, wind 33022, gust 31, runway 31 left, clear to land. 31 left and 4785. 着陸許可と言ったでしょ。少し聞こえづらかったけど、着陸許可と言いました。これは管制官が伝えた内容で一番重要な部分。私も新人パイロットのコールを聞きながら昔思い出しました。風速や多機など全てを復唱するんですよね。でもこれらは単なる情報。これらは復唱が必要な指示事項ではなく、重要なのは着陸許可が下りているかどうか。簡潔に連携が取れたのもパイロットの力量。以前にも言いましたが、管制官の指示を聞いて言われた内容を全てを正確に同じように復唱するのが正しいやり方です。ルールには例外もありますが、これがその一つです。彼らはうまくやり遂げた。さてこれはエンデバー航空の CRJ。私も以前乗っていました。リージョナルジェットであり、本当に素晴らしい飛行機です。パイロットを目指していないという人でも、この音声から学べる重要なことがあります。次の部分を聞いて。Endeavor 4785, when you have a chance, can I have a reason for the go-around? Yeah, of course, we got a guy throwing up in the bathroom. この CRJ の形式は分かりませんが、でも CRJ には補助座席が2つあって、その1つはトイレの後ろにあります。だからトイレで嘔吐する人がいれば、客室乗務員は座る場所がなく安全ではないし、トイレの人も不安定な状態。着陸復興を決断したパイロットは正しい。だからみんなが席に着くまで待ってから着陸すればいい。パイロット志向でなくてもこの動画から学べること。このような小型航空機で着陸する際、気分が悪くなったら嘔吐用の袋を座席のポケットから出してそこに入ってください。恥ずかしい？そうだよね。みんなに聞こえる？そうだよね。匂いが気になる？おそらくね。恥ずかしいのはわかります。でも次に比べれば座席の方がマシなはず。まず乗客が嘔吐するトイレといえばスペースはわずか。私も入ったけど嘔吐をする体勢には空間が狭すぎる。リージョナルジェットのトイレは小さい。だからドアを開けたままで足もはみ出るよね。足はトイレからはみ出るし、床に膝をついて飛行機のトイレで嘔吐する。これは気持ち悪い。しかも男性が用を足すとき、家のトイレでさえ便器に入らず苦戦することがあるのに、乱気流が起こったトイレを想像してみて。凄腕スナイパーのような実力はありません。だからトイレの床を這い回るのは得策ではない。選択肢 A は座席で吐く。何人かの人に見られるかもしれない。嫌だよね。選択肢 B は CRJ900 という CRJ の中でも一番大きな機体の飛行機の前方にあるトイレから足を突き出してみんなに見られるという選択肢。おそらくニューヨークに向かう乗客の到着が遅れる。それはトイレで吐いたあなたのせいであり、汚い床に手を足をついてまで他人に迷惑をかける。これなら座席の方がマシでしょ。おそらくあなたの座席の2列前の人たちと隣の人には嫌がられても、着陸復興になって
着陸が10分か20分遅れるよりははるかにマシ。だからみんな吐く場所は選んで、注目を浴びながら席まで戻るのも嫌でしょ。もし気分が悪くなっても窓側の席であれば窓の方に向いて吐けば大丈夫。あともう一つ重要なこと。その嘔吐物が入ったゴミ袋は荷物と一緒に持って降りること。プレゼントにはしないで。飛行機から持って降りてゴミ箱にでも捨てて、客室乗務員に渡したり、プレゼントみたいに座席に置かない。座席に残した人も見たけど、別れの贈り物だよみたいなね。やめてね。Joplin Ground, 8263 Bravo is ready to taxi. 8263 Bravo. Cessna 8236 Bravo, Joplin Ground, runway 36, taxi via Bravo Delta Charlie. Say again slower, please. Sorry. Cessna 8236 Bravo, Joplin Ground, runway 36, taxi via Bravo Delta Charlie. 8263 Bravo, taxiing 36. Cessna 36 Bravo, expect a progressive taxi. Proceed on to taxiway Bravo, ahead and to your left. Cessna 36 Bravo, taxi straight ahead. Okay, 8263 Bravo is taxi on Bravo. Cessna 36 Bravo, you just passed Bravo. Turn around, make a 180. Okay. このパイロットはソロフライトの試験中、これは訓練で20時間が終了した頃に単独で飛行し、離着陸を3回繰り返します。とても緊張するし、いつも隣にいた教官もいない。約20時間ということは飛行技術も未熟。無線も不慣れで全てにおいて経験不足。でも3回の離着陸は必須。でもこれができれば自信がつきます。だって自分一人で離着陸を3回もしたんだから。この訓練は航空キャリアで経験を積む上でもかなり大きな部分を占めると思います。だからこのパイロットが動揺しているのもわかる。私がソロをした時に YouTube をやってる人がいれば、その集大を動画で取り上げられたはず。確か10ノットの横風で、当時は40ノットくらいに感じたけど、多分10以下、多分横風でもなかっただろうね。とりあえずかなりひどかった。だから彼女の気持ちはわかる。これは彼女がいる空港のチャート。ここにズームインして、空港にいる彼女の位置を見てみましょう。ここに向かっているけど、たどり着くためには誘導路 B、D、C を通る必要がある。これはとてもシンプルな空港です。私はどの空港であれ、離陸の際、航空交通管制にコールする前に空港の天気予報を聞いて使用する滑走路などを予測します。だからどの滑走路を使うのか、目的地に着くまでにどこを通るのかなど予習する。だからこの滑走路へ行く唯一の方法として、誘導路 B、D、C がベスト。だからコール前に自分の位置を把握するのは大事。これはちょっとした航空業界の豆知識ですが、誘導路にはアルファベットの名前があり、軍隊のコードと一緒で呼びやすくなってます。A はアルファ、B はブラボー、C、チャーリーです。これは表音文字で映画などで耳にすることもあるでしょうが、誘導路でも同じ呼び方です。でもこれは平凡な空港で、中には複雑な空港もあります。以前の動画でも話しましたが、まだ新人の頃、ヒューストンに行きました。航空会社の新人パイロットだった頃、複雑なヒューストン空港へ着陸。誘導路のアルファベットも一桁だけでなく、2文字で表記されていて、誘導路 HH、HE など非常に複雑で、私も予習が足らなかった。これがヒューストンのチャート。見てもわかるように誘導路の数も多く、巨大な空港で誘導路も2文字並んでいます。予習をしていないとかなり混乱してしまいます。指示が飛んできても何がどこにあるかわからない。どうやってどこに行くのかさえもわからない。厄介な状況です。もう一つ、ミスをしないために誘導路名を書き留めたこともありました。しかもアルファベットではなく、ブラボー、デルタ、チャーリーって言われたらそのままメモしていました。なんで全部書いたんだろう。B、D、C でいいじゃんね。だからソロフライトをする前にアルファベットの予習をすること。誘導路のアルファベットメモしておく。私が彼女の立場ならこんな風にメモをします。これが私のやり方。滑走路 36A は誘導路 B、D、C を経由する。もし彼らが次のように言ったら、滑走路 36A は誘導路 B、D を経由して C で待機。こう書きます。
これが航空会社の機体であれば、1人目のパイロットがメモして入力できるキーパッドがあるので、そこにもこれと同じことを入力します。B と D の後の斜め線は待機、そして C のチャーリー、同じように記載するパイロットもたくさん見たし、これが私のやり方。別にこれと同じではなく、自分のやり方で構いません。書き方にルールはないけど、すぐにメモできる方法がおすすめ。なぜなら、忙しい空港ではたくさんのことが起こります。ソロフライトであれば、頼れるのは自分だけ。だから瞬時に書き取り、それを復唱します。管制官に内容を伝え、正しいか確認する。そしてタキシングの際は、チャートやメモを見ながら待機場所を確認する。そうすればミスは減ります。天才的な記憶力があれば別だけど、私は天才じゃないのでメモを取ります。航空界において重要なことは謙虚な姿勢です。学ぶことはたくさんあって、新しい機体や空港など新しい情報にあふれています。しかも周りを見れば自分より優れた人ばかり。だから謙虚な姿勢が大事なんです。俺は知ってるみたいな態度を取らないこと、すべてを謙虚に受け止める。航空学校では自分の無力さに呆れます。私も自分が一番の落ちこぼれだと思っていました。でも誰もが通る道、ひたすら勉強し頑張り続けるのです。そうやって航空学校で学び、航空会社で働くようになれば、また謙虚な姿勢で新しい手順を学びます。時間とともに楽になりますが、謙虚さは忘れないで。トラブルが起きた時には、どんな時でも航空会社が助けてくれます。だからクルーと協力し合うこと、それが苦難を乗り越えるコツ、忘れないで。この状況ではパイロットは彼女一人、つまりチームメイトは管制官のみ。ソロフライトでのチームメイトといえば管制官のみ。だから迷った時に助けを求めるのは管制官。ここで管制官はプログレッシブ誘導と言います。Cessna 36 Bravo, expect a progressive taxi. Proceed on to taxiway Bravo, ahead and to your left. プログレッシブとは、管制官が GPS の代わりになって目的地に着くまで右に曲がるか左に曲がるか指示をくれます。何らかの理由で他の空港に着陸したら予習もしてないから迷子になります。そこで管制官に、この空港には馴染みがありません。〇〇までプログレッシブ誘導でお願いしますと伝えます。空港によってはめんどくさがる管制官がいるかもしれませんが、どこを曲がればいいのか詳しい指示で到着地点まで誘導してくれる。そして目的地である給油地点などに着いたら、チャートを見て出発する場所を確認すること。そうすれば次に管制官へコールする際に、どこを経由して出発するか書いたメモを読み上げ復唱するのです。もし管制官にコールして、この空港に馴染みがないからプログレッシブで誘導してという甘えた態度では管制官もイラつきます。今回の問題はこのパイロットの経験値。彼女は新人で本当に何も知らない。準備も不十分で取り乱している。でもこの原因の一部は教官にもあると思います。この時点でソロフライトをさせるべきでなかった。無線技術もないし、状況も把握できていない。準備も不十分。もちろん彼女も悪いけど、教官のせいでもある。この段階で彼女は20時間ぐらい飛んでるはずだけど、何がわからないのかわからない状態。わかる？ 36 Bravo, are you a solo? Yes, sir. Cessna 36 Bravo, turn left onto Charlie, hold short runway 36. A263 Bravo is turning left on Charlie, holding 36. 36 Bravo, roger, hold short runway 36. Holding short of what, 36. Cessna 8236 Bravo, contact tower 119.8 for departure. Okay. Call sign. Okay, I turned to 19.8. Delta Tower, do you read 8263 Bravo? Cessna 8236 Bravo, loud and clear, how me? I'm sorry, could you repeat that? Cessna 8236 Bravo, disregard that. Are you ready for departure? Yes, sir. 彼女が滑走路36といった部分を管制官が細かく訂正しますが、これは意地悪ではありません。Cessna 36 Bravo, turn left onto Charlie, hold short runway 36. A263 Bravo is turning left on Charlie, holding 36. 36 Bravo, roger, hold short runway 36. つまり、もし管制官が手前で待機と言わず、彼女が復唱したように滑走路36で待機と言った場合、
もしパイロットが復唱後滑走路に進入すれば管制官の失態になる。滑走路36の手前で待機の指示に対し、滑走路36の手前で待機と復唱し、それでも滑走路に進入したら、それはパイロットの責任でしょ。手前で待機すると言ったのにしなかった。だから航空無線用語にはとても重要なものがあって、その中の一つが手前で待機、進入して待機。滑走路に入るけど離陸はしません。滑走路36に進入して待機と管制官が言えば、滑走路36に進入して待機と復唱する。そこで誤って離陸してしまえばあなたの責任。だって待機指示なのに離陸したからね。このタイプの用語をきちんと復唱することは管制官を守ることにもなる。正しく復唱しなかったことを指摘していたけど、管制官は間違っていない。Cessna 8236 Bravo, contact Tower 119.8 for departure. Okay. Call sign. これも経験不足のせいでしょう。彼女が飛んだ累積時間は20時間程度。無線の対応もいいとは言えません。もし私がソロフライトのテストをやり直すとすれば、二度とやりたくはないけど、どうしてもやれと言われれば、家で料理をしているときやジムにいるときなど、航空無線のアプリを聞きまくります。自分のいる空港の周波数だったり、もしそこが静かなら、少し大きな空港の無線など、そこでみんなが使う用語や言い回しなどを聞いて耳を鳴らしておきます。もし私が新人なら JFK やシカゴの無線は選びません。大きな空港は混沌として圧倒されてしまうから。だから自分の空港や着陸する空港の無線でどんな会話か聞いてみて、よく使用される誘導路や管制官が言うことに耳を鳴らしながらきちんと予習しておきます。料理をしている間、ジムにいる間、特に危険なことをしてない限り、運転とかね、航空管制の無線を聞いてチャートと比較しながら内容を確認すれば状況を把握しやすくなります。とてもいい練習方法です。練習すればするほど余裕が出てきます。どの機体に乗っても最初というのは緊張します。やることもたくさんあるしね。でも時間とともに余裕ができて、あまり考えなくても体が動くようになる。管制官との無線も同じこと。聞く頻度を増やし、チャートで勉強する。やればやるほどもっと簡単になっていくはず。ミスも減るだろうし、無線でも落ち着いた対応ができる。万全に準備することはいいパイロットへの近道。タキシングをしながらの無線も夢じゃない。だから念入りに準備をするだけで有能なパイロットに見えるし、無線対応も良くなって全てが向上するでしょう。ここまでは訓練生の批判を述べました。まだ新人だけど教官だけではなく、もちろん彼女にも責任はあります。そして教官にもね。無線技術に関しては勉強不足。飛行能力は知らないけど、彼女の空間認識能力や無線準備は不十分。彼女にも非はあります。でも次の音声では管制官の対応に注目。聞いて。Cessna 8236 Bravo, Joplin Tower, runway 36, cleared for takeoff. 8263 Bravo, cleared for takeoff. Cessna 36 Bravo, frequency change approved. Frequency change, 8263 Bravo. Joplin Tower, 8263 Bravo is on left downwind. Downwind, am I cleared to land? Cessna 8236 Bravo, not in sight, runway 36, clear to land. 8263 Bravo, cleared to land. Cessna 36 Bravo, you experiencing an emergency? No. 36 Bravo, understand you're wanting to stay in the pattern? I need to do 3 takeoffs and 3 landings for my student, or my private pilot. Cessna 36 Bravo, that would have been good information to know prior to your departure. You didn't ask? Cessna 36 Bravo, turn left Delta 2. 彼女は正しい。彼は聞かなかった。音声が少し抜けているので、今から私が言うことは間違っているかもしれない。抜け落ちた部分がわからないからね。でもおそらく出現後にその部分の音声が送られてきて、恥をさらす覚悟で言いますよ。管制官さん、彼女がソロの試験中で、その仕組みも3回の離着陸をすることも分かってるでしょ。ちょっと意地悪だよね。わかるよ。飛行技術はわからないけど、無線に関しては予習不足、空間認識能力も低さも否めません。だから彼女が制御不能で危険なことをしない限り、3回の離着陸をさせてもいいはず。
そして彼女が着陸してタキシングした後に、私なら、あなたは何も悪くないけど、後で教官と一緒に電話して、問題ではないけど、この番号を渡します、と言います。一度彼女を駐機させるか、停止するように言って番号を伝えます。おそらくタキシングしながら番号を書く余裕なんてないし、誘導路も間違えないで済む。私なら電話で話をします。もちろんこれは管制官の仕事ではないし、責任もない。そうでしょ？これは仕事の範囲外だということはわかるし、私の意見です。管制官はチームの一員。彼女と管制官が協力し合い、今後彼女がトラブルに巻き込まれても不安を感じず、管制官に助けを求めてほしいでしょ？だから電話で話して、ほんの数分アドバイスをするだけ。教官、この航空無線用語を聞いて、彼女の無線技術はまだ未熟で不十分です。そして彼女には、ソロフライトにはもっと予習が必要。空間認識能力を磨いて無線技術を向上させてと伝えます。たったの2分です。もちろん義務ではないけど、私は意地悪をするよりこの方法をお勧めします。管制官には知識も経験もあるし、彼女も未熟です。手を差し伸べてあげて。着陸前のファイナルにいるパイロットがコールをしなかった例がたくさんあります。ではなぜコールをしないのか。それは他にやることがたくさんあるから。パイロットが着陸許可なく着陸したケースもあります。その時は最終進入点において管制官がパイロットのミスに気づいたのです。そこで管制官が無線でパイロットに言いました。ボーイング123滑走路36への着陸許可をします。パイロットがコールを忘れたので着陸許可の記録をテープに残し、彼らに助け舟を出したのです。こんな風に職域拡大させた視点で考える。彼女は新人で未熟。管制官の助けが必要です。2分の電話で全ては変わり、彼女も事前準備にもっと時間を割くでしょう。これは私の意見です。航空交通管制 vs パイロット、おなじみの面白動画。At Delta 203 Heavy, this next guy is the one that does the terrible Texas accent. You can call him on 32-4, see ya. Should I get some grief? Yeah, we'll see if he does it. It's pretty bad. I'm afraid. Okay, 32-4, I'll talk to you later. Okay. Delta 203, 5000. Delta 203 Heavy, near approach. Good afternoon. How you doing? Delta 203 Heavy, maintain 4000. Maintain 4000, Delta 203. You from Dallas? なぜだかニューヨークの管制官の動画がたくさん届きます。本当にいっぱいね。でもこれはかなりテキサスなまりが強く、別名大西洋アクセントとも呼ばれます。1930年代のキャサリン・ヘプバーンでこのなまりが有名になりました。彼女の話し方を聞いて。You're not one for tears, and well, neither am I, so it's best to come out with it. I've met someone, I've fallen in love, and I'm moving out. どうしてテキサスの人がこういう話し方だと思うのか。私もテキサスに長い間住んでいるけど、あんな風に話す人は聞いたことがない。私のニューヨークアクセントはひどいけど、役者じゃないしね。この動画が好きな人なら、こちらの2つもおすすめです。皆さんのコメントを楽しみにしています。また会える時まで、飛ぶ時青い面は上にね。